今回はスト6の主人公ルークの紹介を。初級者向けの動画になるから、これからルークを始めようと思っているプレイヤーの参考になれば幸いね。ルークを使って相手をズッコンバッコンさせましょうね。まずルークがどんなキャラクターか。スト5の最終シーズンから参戦しているのでご存知のプレイヤーも多いと思いますが、ミディ格闘ゲームのスタンダードタイプのキャラクターだと思いますわ。弾速の速い飛び道具を相手に意識させて昇竜で落とす、攻めるように見せかけて相手の行動に対応するキャラクターですわ。街キャラってことかしら。どちらかといえば街寄りのキャラクターだとは思いますわ。スト5はシステム的に街が強いゲームだったので、ルークのキャラクター性と噛み合ったことにより最後まで評価され続けたキャラクターだと思ってますわ。対戦動画とかを見ているとあまりそんなイメージはないわね。攻めるふりをして実は待っているという感じで動くことが多いので、実は待たれているというのが分かりにくいかもしれませんわね。なので個性をそれなりに主張しつつ相手の出方は潰したいというバランスを取った戦い方をしたいプレイヤーには非常におすすめですわ。また EX サンドブラストで相手の行動を潰したり、強フラッシュナックルにより強襲など尖った戦法も取れるのが特徴ですわ。 EX サンドブラストは使ってる側も強いと感じるから、使われた側はもっと強いと感じているでしょうね。次にルークが覚えるべきポイントから。ルークに限った話ではないですが、まずは主力技の特性ですわね。ルークの場合はサンドブラストかしらね。そうですわね。旧サンドブラストは距離が長いためそこまで意識しなくてもいいですが、弱サンドブラスト、中サンドブラストの距離は覚えていきたいですわね。モナンドワンボタンサンドブラストは中サンドブラストですわね。サンドブラストは強度の使い分けが面白い技ですので、このチャンネルではルークはクラシックでの使用をおすすめしていますわ。どうせコマンド入力が大事ならってことね。次は主要な牽制技を覚えましょう。ルークは道着キャラと同じように中足が強いです。しゃがみ中足は発生8フレームと竜と同様の発生、さらに技キャンもかかりますわ。少し前に進むため見た目以上にリーチもありますわ。牽制は中足弱サンドの連携から始めましょう。道着キャラの中足は親の顔より見たけども、ルークでもそうなりそうね。相手に飛び込む際は最初はジャンプ中キックがおすすめです。横方向から下にかけての判定が厚いため海底の場面で活用できます。また道着キャラのジャンプ中キック同様にめくりもあるので、若干相手を飛び越えてしまっても攻撃を続けることができますわ。慣れてきたら斜め下に強いジャンプ大キックや展開を早くできるジャンプ弱系など使い分けましょう。ルークに限った話ではないけど、とりあえずは便利で強そうな技を見つけて使いまくるのが大切ね。ルークは対応キャラなので対空処理が重要です。基本的には昇竜で良いのですが、めくり気味の攻撃に対してはしゃがみ強 P やまとまったダメージを取れる SE2 で迎撃します。昇竜で対空を取るというのは道着キャラやその他のキャラと共通ですが、 SE2 のダメージで対空が取れるのは竜、剣にはない強みになります。竜、剣は昇竜の他に SA1 で対空が取れるけど、SA1 だからエクストラ昇竜より少し高いぐらいなのに対して SA2 が打てるルーク相手だと3000近いダメージが取られてしまうということね。ルークの SE2 は5フレーム発生と弱昇竜と同じ速さなので対空の難易度として優しめの方ですわ。ルークを使ってバーンアウトになってしまっても SA ゲージが2本あれば対空から逆転を狙えると覚えておくと良いと思いますわ。ルークを使いたいと思うプレイヤーはサンドブラスト、中足、対空から始めてみましょう。最後はルークの勝ち試合を見つつ要所の考え方を解説いたしますわ。コンボミスもちらほらあるけど許してください。コンボのぬるさは課題よね。注目していきましょう。一発やるか。ランクまでのタイマリーザ戦になります。基本的にはマリーザに近づいてきてもらう組み合わせになると思うので、ルークの良さを活かしやすいですわね。飛びは通さないのがルークの基本ね。昇竜で落とした後にはきっちり置き攻めをするためにドライブラッシュで近づいています。せっかくのターンは逃さないようにしたいわね。ルークのドライブ中パンはルークが有利になるため投げとコパンの2択をかけていきましょう。落ち着いて相手の動きは見えている。リターンの高い上からの攻撃を封じることで相手は飛びにくくなるか。プレイヤー1、画面端のいい状況を作った。壁を背負わせているだけでリターンが高い。積み重なる。出すタイミングなどは覚える必要がありますが、めくり気味のジャンプに対してはしゃがみ強 P が強いです。ダメージが重い。
しゃがみ中足からの EX サンドブラストを入れ込んでいました。合計3ヒットになるので動画のようにドライブインパクトは割れます。ただし、中足ガード後にインパクトの可能性もあるので、インパクトを押し返せるようにしましょう。このドライブインパクトはただノリノリだっただけで。プレイヤー1、貴重なラウンド選手、この好機を生かせるか。開幕から襲いかかった。ここまでの動き、そしてここからの動きが大事。ドライブインパクトは投げられるので、実は投げ間合いのインパクトは微妙なのよね。退路を立っての投げと打撃。出たわね。ルークのぼったくり技ため今日フラッシュナックル。ネタン、格闘ゲームはですね。騙される方が悪いのですわ。そんなことを言うのはやめなさい。対ルークの今日フラッシュナックルの対策としては、ドライブインパクトで割り込むのがリターンもあって丸いですわね。無敵技があるなら無敵技で、あとはパリーを押しっぱなしにしておけば、ドライブゲージは削られずに済むわ。ため今日フラッシュナックルで有利を取って、しゃがみ中パンで暴れを潰したわね。壁のプレッシャーを使えるか。ブラスト、中間圧にゲージを使っていった。SA レベルにイレイザー、拳のこの試合の結果は相手がルークを理解しきれてなかったのと、たまたまが重なった結果ではありますが、対応をした後に置き詰めで倒しきるという道義キャラのようなやり方がルークの主な戦法ですわ。続いてはランクまでの対 JP 戦になります。試合開始。実況解説ジャンプ中足でめくった後には R でバックステで投げをすかさせて攻撃を入れています。ルークに限った話ではないですが、飛びを通せば有利な展開に持ち込めるので、相手が固まってたら積極的に飛びたいですわね。プレイヤー2、まずは10フラッシュナックルジャストの次のジャックフラッシュナックルのジャストをミスしたため、今日フラッシュナックルが入りませんでしたわ。すいませんでした。練習しておきます。体力をリード。このアドバンテージをこのルーク、またぼった食ってるわ。あっという間に画面端、どう切り抜ける。恥ずかしい話、手癖で中フラッシュをやってしまっているのですが、今日ライジングアッパーにした方が状況的には良くなりますわ。地上技で差し合う距離。置き詰めのドライブ立ち中パンですが、動画のようにヒットしていればコンボに行けます。現状のプラチナレベル帯までぐらいですと、リバーサルに上入れっぱをする人は一定数いるので、どのキャラでもドライブ通常攻撃を重ねるのは有効手段になると思います。リバーサルの上入れっぱに困っているプレイヤーは、置き攻めのドライブラッシュを試してみてね。まあ、この JP の方のコマンド履歴を見る限り当てミミスだと思いますけども。リーチの差を生かすか。ここはゲージを使ってコンボ完走してフィニッシュまで。お見事。プレイヤー2、貴重なラウンド選手、この好機を生かせるか。ストーリーボーグで締める。手の内はある程度見えた。両者は今何を思っているか。ぼったくりすぎでは。褒め言葉として受け取っておきますわ。こいつ、ここでの押し引きが重要。画面端の状況を継続することで大きなチャンスも訪れる。プレイヤー1、ゲージ有利、このチャンスを生かせるか。これ、対空としては間に合ってないわよね。そういう時もあります。ライジングアッパー。ライフから見るにここが中盤戦といったところか。空投げ選択。つないできた。ここ1、ゲージを使っていく。この金子昇竜への釈明は、勝てばよかろうなのです。こいつはよ。ここは SA2 対空の真骨頂ですわね。JP 側は EX 昇竜を食らってもまだ倒されないどころか、この状況でルークが EX 昇竜を選択してしまうと、バーンアウト状態になり、飛び道具で削られてやられる可能性が高いです。リーサルに届くダメージを対空でまとまって取れるのは、ルークの強みの一つでもあります。補足しておくと、この状況は飛びを選択した JP は間違ってないと思うわ。ルーク側のドライブラッシュを執拗に見せてきた結果とも言えるけど、距離的にドライブラッシュで詰められてしまうと JP 側は面倒な状況だったはずなので、ドライブラストサンドブラストに対応できる飛びを選択したと言えるわ。攻めますよ、と見せかけて待っている。ルークの真骨頂ですわ。今回はルークの初歩的な考え方でした。
これからルークを始めようとした方に何かしらの参考になれば幸いです。他にもルーク関連の動画を上げていく予定なので、よければまた見に来てね。最後までご覧いただきありがとうございました。それほどでもないゲーマーチャンネル。